こういう感じですね。はい、さっきのダイソーさんで、売ってたものとか、この日本で見せたやつも、フック2本、なのに対してフックが3本。じゃあ先ほどのこのダイソーさんで購入した逆作用ピンセットを使って、私が、日々ねやってることをやっていきます。使うものとしては、こういう、ラインですね。これがさっきのダイソーさんで見たラインとはちょっと違って、ナイロンではなくてこういう樹脂でできたしっかりしたものですね。でこれの8号、でこれはね、私はもう普通の方よりか使用頻度が多いので、これ8号の 50m というかなり長いやつで、一般的に普通の方が使う場合だとこの同じ8号 5m、メーター単価で言ったらこっちが安くなるかなというので、僕はもうこういうよく使うので、これを、何をしていくかっていうと、先ほどジュースも購入してたタイラバの中に入ってる針ですね、針を、作成していくと。まさにタイラバセットがここに入ってるわけですね。そうです。通常ね、こういうラバーの中に針があって、さっきのダイソーさんのものもここに重りがセットされてて、売ってましたよね。でもこの針ってやっぱ消耗品で、針先が弱くなってくるとせっかく当たってもかからなかったり、途中で外れたりってするので、この針を、時間がある時に作っていきますよと。で、私がよく使ってるのはこういう針ですね。針だけで売ってるもの。タイラバ専用って書いてますね。そうですね。これがよく僕が使ってるスタートさんのサイズが S フックと M フックと大きさが違うやつですね。実際に僕が今の時に作ってるのがこれ S フックで、これが M フック。はい。でフック大きい方が見やすいのでちょっとこれ出してみますね。よいしょ。こういう感じですね。さっきのダイソーさんで、売ってたものとか、この日本で見せたやつも、フック2本、なのに対してフックが3本。しかもこの段差をちょっと大きめに3本目を取ったりとか、自分で作成することによって、針の位置とか、針のサイズとか、数とか、こういったものを、カスタマイズできますよというので、今いろいろ試してみて、私の中でこの M フックを使った3本針フックっていうのはこのパターンで、 S フックを使ったやつとしてはよいしょ、こういう感じで使ってますよと。これ S フックと M フックはどう使い分けてるというか、例えば今の低水温、水温が低い時期っていうのは魚の動きが鈍いので、ラバーに当たってきた時の吸い込みの力も弱いですから、極力軽い仕掛けで、だから S フックで吸い込ましやすくしたい。一方これから暖かくなってきて、魚がどんどん活性が高くなってきて動きが良くなってくると、かかり重視で大きめの針っていうので使い分けですね。あとは青門とかが回ってる時なんかはね、去年の年末から年明けにかけてタイラバでブリがよく上がってましたけど、ああいうのも、想定するとちょっと大きめなやつの方が針が伸びにくいっていうので、使い分けですね、いう形でやっていきます。でこういう風に作成したものに対してこういうフックです。ラバーですね。これもいろんなものが売ってますけど、最近私がよく使ってるのはこのラバーですね。これは釣れるラバーだと。そうですね。よく釣れてますね。後ろがこういう怒りみたいにちょっとフックがあるので、ここの留めをこの、蛍光管のこの内側にちょっとこうなんて輪っかができます。ちょっと見にくいんですけど、はい、この輪っかの中にここの先を通して、で最終はこの蛍光玉でずっと押さえてやると、そうするとここにラバーの頭が来てスーッと落ちていく感じで、針を結ぶ時のイメージとしては、出来上がった時に大きな R、 このカーブの、カーブより上ぐらいか同じぐらいの場所に一番下のフックが来るぐらいのセットで作ってやると
比較的かかりがいいかなと。今市販されてるダイソーさんのものとか、このさっき紹介したやつも、針ここまでしかないけん、上の方しかなかったでしょ、ラバーの。それがもう一本この後ろにあることによってフッキング率が上がるかなと。ただどれにでも合うわけじゃなくて、ラバーの種類によってはここに針があると絡むし邪魔になる場合もあるんで、これはもう一長一短なので、もうその使うラバーによって合わせていったらいいかなと思いますんで、今日はね実際この結び方をねやってみたいと思いますんで。それはね本当釣りよくする方は興味深く見ていただけるんじゃないかと。そうですね。はい。でまずはですね、このカッティングマットっていうんですかね、5センチ10センチでまず一つマークしてるのと、ここにマークしてる、でこれ何で使うかっていうと、この針を結ぶ糸の長さをここで僕は測ってます。実際に一番、角のとこに合わせてここで止めて、スーッといって、まずここで長さ決めちゃいます。この長さね、このマットだとこの長さがちょうどいいです。でここで切っちゃいます。なら今1本のこの長さですね。ちょっと一応正確に見とこうか。ここは10件、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、27、やっぱ27センチ。僕が作ってるこの糸を作るときに27センチをまず基本で使ってますよと。はい。で、ちょっとわかりやすいのは大きめの方のフックから。釣り具屋さんでね、こうやってフック見てもどうやって結んだらいいかとかね、フックだけだとこれ何本入っとんかな、多分9本とか10本とか入って300円とかやから結構コスパいいんですけど、こういうのをどうやって使うのというのがね、皆さん、分かんない人は今回ぜひ覚えてもらって、で先ほどのこの逆作用ピンセット、これ僕壊れた時の予備も持ってまして、これぐらい使い勝手がいいと。そう、このピンセット部分をつまむと先が開きます。普通のピンセットは逆ですよね。つまんだら先っちょがグッと、つまめる状態になるんですけど、これはつまんだら開くよと。はい。じゃあこれどうやって使うか。ここで一つアイテムが10円玉です。はい。10円玉をどうするんだろう。逆作用でちょっと開けたここの間中に挟んじゃいます。こうすることによってここ先っちょが開いてる状態が作れるの分かります？このピンセットの先がね、これが重要です。はい。ここまで準備できたら、今度先ほどのまたこのカッティングシートの長さで今27センチ。27センチで最初のこの10センチのとこですね。ここまでに、2つの針を結んでいきます。なので、この状態でこの10センチのところを取って、こちらのさっきの逆作用ピンセットの先っちょにその10センチ部分を沿わせます。この状態でピンセットの上側こう持って、これ今ここ10センチね。で、ここの先っちょに巻いていきます。ここに、まず今1回、2回、3回、こう3本、くるくるくるっと巻いた状態です。で、ここ間中ありますよね。10円玉を挟んでるから開いてる。そこにこの長い方を通していくと。グッと。なら、今、隙間が空いた状態で、3つ巻いた状態。ここに、この針。針を、この隙間に入れていきます。はい。今この状態。で、この結び目をスライドさすと、この針の軸に3つ通したこのラインが巻きつく感じですね。こ
この状態でこっちに抜いていきます。スッとこうですね。だからここでもこれで今外れて、こういう風に結べてます。で今まだ仮止めなんで、この状態でここの針の血元の方ですね、ここまで見えるかな、結び目もスライドさせてやる。はい、こんな状態ですね。ここでこういうペンチ、ペンチなんかでさ、今度ここもまた結ぶとこなんで、あんまこの辺を力入れちゃうと、強度が落ちちゃうんで、できるだけ先っちょを持ってペンチにぐるっと巻いて、これで引っ張ってやると、結びを。はい、ならこれでまず1本目ができましたよと、こんな感じですね。で今度ここに2本目を作っていくんですけど、またこれを使います。でこれの使い方としては、今度この1個目の針のちょうどこの丸くなった先っちょぐらいが10円玉のこの縁に来るぐらい、ここの高さ的にここで止めてやって、先っちょまでこのラインを持っていきます。でまたここで3回123回巻きます。で今度はねちょっと短いんでやりにくいんですけど、ここの中にまた通していきます。よいしょ。はい、これで今出てきましたね。こんな感じで、ここの隙間にまた針を入れてやると、こうでこっちを抜きながらこっち方面に抜いていくと、スライドさすとこういう感じですね今。で結び目を針の先端にこっちに伸ばしてやって、よいしょ、こういう感じで今2本目ができて、この時もまだ今本締めできてないので、ここでグッと締め込んでおくと、はい、こんな感じですね。これで今1、2本までできました。次は3本目、どうやって作るかというと、今度反対側、こっち側に入れていきます。で、こっち側の3本目に対しては、この角から5センチ、ここですね、5センチのところをピンセットの先に5センチ持っていくと、最初の1本目はここが10センチだったのが、1本だから半分5センチになってます。でここでまた先っちょに、よいしょ、1、2、3回巻いて、ここの間中ですね、ここの間中にその3本の輪っかの中を通すイメージで通していくと、こう、はい、こんな感じで、そうするとまたここに針を入れると、針を入れて、で針と一緒に抜いていく、こういう感じですね。これで今仮止め状態。はい、これで結び目をスーッとずらしてやって、はい、ここでこういうペンチとかで引っ張って本締めすると、ぐっと、はい、これで今、よいしょ、こんな感じですね。こっちに2本、こっちに1本、はい、ある状態で、そこからこの状態にしていきます。で、もう結び、本締めまで終わったら、この余ったとこ、ここはもう切ってやって OK です。こんな感じで、こっちも、よいしょ、
こんな感じですね。はい。まあ、ちなみにこのハサミも、100円ショップで売ってるこういうラインを切るための、ハサミになります。はい。で、今度は3本針を完成させるために、大体の位置決めをします。この1本の針が真ん中に来ます。はい。反対の方が真ん中に来る。真ん中に来るイメージ。で、この時の置く場所によってセッティングが変わってきます。上寄りにしたら1個だけ離れるし、下寄りにしたら、一番上だけ離れるイメージ。まあ、今はもう大体ドセンターぐらい。これくらいでやっていくんで、この状態でここを押さえて、まっすぐにします。よいしょ。よいしょ。これくらいかな。この状態で、で、こっち側を、もう単純にこれ留め結びだけします。ぐるっと回して、この輪っかに、元の輪っかを通していくと。こんな感じですね。で、1本目の針に近づけると、ラバーのすぐ近く、付け根から1本目が出ますし、この留めを上にすると、1本目の針がラバーの、地元よりか中腹というか中間ぐらいに出てくるような感じでセッティングが変えれます。これも好き好き、あとつけるラバーの種類によって変えたらいいと思います。まあ、大体は今はもう標準的なやつでセットしてきます。こんな感じかな。はい、これで3本針ができてきて、この状態では今度このラバーがくっつかないんで、まあこれいろんなラバーがありますけど、ラバーを止めるための今度はね、こういう蛍光玉っていうのを使っていきます。これ光るんですかね。光ります。で、これもいろいろと通し方があって、これも100円ショップに売ってる、正式名称忘れましたけど、まあ細いものを細いところに通していくというやつなんだけど、これを例えばこの蛍光玉は穴が開いてるんでスッと通す。で、ここに留めの返しがあるので、こういう、ここにこの先っちょを通して返してやると、これでスッと抜いてやればこう通ると。本当だ。はい、やり方と、もう一つはこういう、これね結構人気でね、在庫がなかったりすることが多いので、それこそ100円ショップの釣り具コーナーにあるんだ。今日はなかったんですけど、はい、釣り具屋さんで買ったら600円ぐらいします。ただ、100円ショップだったら100円なんで非常に安いです。ただこれもやっぱ壊れやすいんで、この先がね壊れやすいから、あんまり過度な力を加えない方がいいと思います。はい、まあこれはない場合のやり方としてはね、こういう普通のナイロンの糸でさっきのこの輪っかに通します。で、長さを揃えて2つ折りにします。糸のところにこの先を通してやると、中に今の折り返した2本をこう通してやると、で出た先を持ちながらスーッと抜いていくと、この先っちょにそのまま入っていくと、そうするとさっきのこれがなくても簡単に通せますよと。はい。でこの状態で例えばじゃあこのラバーをつけたいですよとなったら、だんだん6ミリモツくんスペシャルが完成していくわけです。そうです。やっぱそれぞれの北条でも遊漁船の船長さんによって微妙にいろいろ違ってくるもんなんです。そうですね。まあでも結構
自分でお客さんが自分で持ってこられることが多い、私の船以外は基本乗り合い船で自分で持ってこられる方がほとんどだと思います。なのでその持ってこられる方がね家でこういう感じで自分なりなことをいろいろやられてると思うんですけど、だからちょうどここの中にこう通すのがイメージなんですけど、どうしていくの？さっきの蛍光ビーズの内側がこう輪っかが開きますから、この開いたところにここのストッパー部分ですね、こう入れます。こんな感じで。でさっきここで留め結びをしたところの地元までこう持っていきます。だから今ただ引っかかっとるだけ、輪っかの中に。で、この、蛍光玉をずっと下げていって、イメージで言うとこの留め結びした結びとラバーの先っちょと、蛍光玉、ここを包み込む感じですね。ぐーっと。蛍光玉はこれゴムなんである程度膨らみます。スーッと。僕はある程度引っ張りながらで、よいしょ、これくらいかな。先っちょにさっきの留め結びのところにこの蛍光玉の先がこうかぶさった感じの状態、ここまでやればそう外れないんで、これが完成形ですね。これで釣りしてて、例えば他の人がこっちの色で釣れてるとなった時に、この蛍光玉だけずらしてここを抜いてやればラバーは今度こっちに付け替えれますよと。リールから来た糸はここにつながってますけど、ここだけずらしたらラバーの交換も簡単にできますよという感じで。アイディアですね。いいですね。こんな感じでよく使ってますよと。これが今回ダイソーさんで、こういう逆作用ピンセット、あとこういうカッティングボードなんかを使って、ご家庭で時間がある時にやるといいかなと。なので私の場合時間ある時にこういう針の状態まではよく作ってます。自分でこうやって結んだ仕掛けで釣り上げれるとすごく喜びも、そうですよね、自分でこうやったのがやっぱそれも釣りの楽しみというか。